皆さんこんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。今日からですね、ひろみの育児チャンネル、仮、ちょっと名前はね、今後変わるかもしれないんですけれども、育児チャンネルを開設することになりました。今回のこの動画では、私のことを知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単な自己紹介と、このチャンネルでどんなことを発信していきたいのかという、目的と方向性の話をしてみたいなと思います。まず、ひろみと申しまして、今年2026年に37歳になります。夫は、今年40歳になりまして、夫と私の間に6歳の男の子がおります。で、今年ですね、小学校に入学予定です。と、あとは13歳の猫がいます。私の息子は4歳半の時に発達障害と診断をされました。知的の遅れのないタイプの ASD と ADHD と言われております。知的の遅れがないタイプという、あえて言ったのはですね、割とこの6年間育児をしてきて、友達だったり、知り合いだったり、ふと訪れたお店の店員さんだったりっていう方とお話をする中で、私の息子と似たようなタイプというんですかね、保育園で集団行動問題なくできるんだけれども、お家での困りごとが非常に多くて強いと。私の息子の場合は、こだわりがとても強いので、思った通りにならなかった時の、癇癪だったりとか、ちょっと機嫌がすぐ変わってしまうところだったりとか、あとはもう衝動性が強かったり、多動ですよね。だったりっていう、本当に ADHD の、一般的なイメージにあるような特徴が、見られたりとか、あとは夜泣きですね。はい。こういったね、どんな特徴があったのかっていうのはまた動画にしたいと思うんですけれども、かなり育児、すごく大変じゃないっていう局面がずっとありました。大変を通り越して辛くなってくるというんですかね。そういう子育てが非常に長く続いていたんですが、友達だったりいろんな方と話していく中で、意外とそういう子も多いんだなと思ったんです。で、同時にすごく生活は困ってるし、親も辛いし、やっぱりそういうケースって夫婦ともにね、疲弊してしまって、夫婦仲も悪くなっていくっていう、かなり家庭全体の問題になっていきやすいと思うんですけれども、もうちょっと破綻しそうみたいな、そういうご家庭も、ありましたし、っていうね、ことを、経験しているんですが、他者に頼っていないっていうケースがほとんどかなという、印象を覚えました。かくいう私たちもですね、保育園でちゃんといい子に過ごしているので、ちょっと外で頑張りすぎてしまっている反動で、お家で癇癪が出ちゃうのかなと、当初は考えていたので、だったらお家で受け止めてあげようっていうスタンスでずっといたんですけれども、どんどん特性が強くなっていって、手も出る足も出る、朝から晩まで怒ったり泣いたり、もうとにかく激しさの中で生活すると人間おかしくなっていくので、夜も落ち着いて眠れないと、そんな生活の中でふとした一言 DM がきっかけで、私たち家族は医療につながることができました。で、そこで発達障害と診断されて、お医者様の指導のもとですね、まず親の対応が間違ってるので変えてくださいと言われて、そのね一言も非常に最初はショックだったんですけども、そこから受け入れて対応を変えたところ、もう劇的に生活が楽になったんですね。4歳半から受診してから1年半経つんですけれども、本当に地獄と天国と言っても大げさではないくらい、日々の生活が本当に穏やかになってきました。まだまだ正直大変なことはありますし、先日主治医とカウンセリングとか診察とか、1時間半ほど
半ほどお話をして、小学校になったらあんなこともあるかもしれない、こんなこともあるかもしれない、いろいろな懸念事項を共有されて、そんな風に怖がらせなくてもいいじゃんと内心思いながらも、ある程度心構えをしておくのも大事ですし、いざそういう局面になった時に、じゃあ親はどう対応したらいいのかっていうようなことも、お話をしてきてですね、非常に私たち親子はお医者さん、医療というものに助けられたなと思います。で、このチャンネルではそういったパッと見全然問題がなさそうな子供だし、外では普通にやれてるし、家での生活もなんとかやれちゃってると。だけど、うちみたいに癇癪がひどいとか、全く寝ないとか、夜の10時になっても11時になってもすごい元気いっぱいで、さすがに日をまたぐまでには寝るんだけれども、そこまで親が休めないのも辛いっちゃ辛いじゃないですか。だけどなんとか生活は回せちゃうので、辛いなと思いながらも生還してるだったりとか、そういった保護者の方々に向けてですね、私たち家族が実際に、実施してみて、行ってみて効果があったこととかなかったこととか、日頃こういったことを意識していい方向に進んでいるような気がするって思うようなことだったりとか、そんな話を雑談ベースでお話しできればなと考えています。あくまでも一般家庭の一実例として、聞いていただければと思いますので、何かご心配なことがある際は専門家だったりお医者様のところへご相談されてみるのはどうかなと思います。はい、そんな感じでいろいろなねトピックをお話ししていきたいと思いますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。